イブン・ウマル・アッターが彼ら両人を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、イード、祭日の日の礼拝に出かける際、ハルバ、小さな投げ槍を持ってくるよう命じ、それを自分の正面に立てさせました。そして、それに向かって礼拝を捧げ、人々はその背後で礼拝しました。預言者は旅の途中でもそのようにされました。その後、指導者、アミールたちもその慣行を取り入れるようになりました。サヒーフ・アルブハーリー第494番。ハディースの小説、礼拝の障壁、ストラとその意義。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、礼拝者の前を誰かが横切って礼拝を妨げることがないよう、ストラ障壁となる目印を置くよう命じられました。集団礼拝、ジャマーにおいては、イマーム、同士がストラを置けば、それが背後の従拝者、マームーム、全員のストラとなります。このハディースでは、アブドゥッラー・ブン・ウマル、アッターが彼ら両人を喜ばれますようにが、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの礼拝時の様子を詳しく描写しています。イード祭日の礼拝、預言者は、イードの礼拝をモスクの中ではなく、ムサッラーと呼ばれる屋外の広い広場で行われました。その際、従者に、ハルバ・穂先の広い投げ槍を持ってくるよう命じ、それを自分の正面に地面に突き立てさせました。預言者はそのハルバに向かって礼拝し、人々はその背後に並びました。旅先での実践、このハルバをストラとして使うことはイードの日に限ったことではなく、旅の途中でも同様に行われました。旅先では礼拝の障壁となる壁などが周囲にないことが多いため、屋外の平地で礼拝する際にこの方法を取られたのです。指導者たちの模倣、伝承者のナーフィューは、後の時代の指導者、アミールたちが礼拝の際にハルバを置くようになったのは、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれを高貴な手本として仰ぎ、そのsunnaを継承したためであると述べています。ハディースから得られる益。ストラ、障壁の推奨、礼拝の際、正面に目印となるものを置くことの法的な正当性。従者への命令、幼児のために従者を使ったり、命じたりすることの許容。イマームのストラ、イマームの前に置かれた障壁は、その背後で礼拝する人々の障壁を兼ねるということ。旅先でのハルバの傾向、旅の途中で礼拝の目印としてハルバなどを用いることは、預言者の模倣であり推奨されること。屋外礼拝のsunna移動、犠牲祭と断食明けの祭りの礼拝は、屋外、広場で行うのがsunnaである。ただし、マッカのハラムモスクだけは例外で、モスクの中で行われる。